皆さんこんにちは、五戸美希です。今日から3週連続司会の話し方お届けしていきます。初回の今回は司会の仕事とはです。社内のイベントとかマンションの集まり、そういったところで急に司会をすることになった、そんな皆さんに役立つと思いますし、あとは司会のプロを目指す方にも必要な知識になると思いますので、司会の全体像を今日はまとめております。ということで、司会というのはどんな役割なのか、司会者に必要な3つのスキルお伝えします。スピーチトレーニング。司会とはというところからいきますね。司会は英語で MC、マスター・オブ・セレモニーズの略が MC ですね。マスター・オブ・セレモニーズの直訳はイベントの支配者ということになります。マスターというのは結構広い意味がありまして、マスターオブ何々で辞書で引くと、自由に使いこなせる人とか熟練者とか精通者という訳も出てくるので、意訳をすると、マスターオブセレモニーズを意訳すると、イベントに精通している人とか、イベントの役割を自由に使いこなせる人というふうにも訳せますね。なんでこの話をするかと言いますと、支配者という言葉強いけど分かりやすいなと思うんですよね。MC とか司会者というのはイベントの支配者である。イベント全体を掌握する人であり、進行に責任を持つ人であると。例えばですね、司会者がステージで本番中に照明さんこちらに照明お願いしますって言ったら、照明さんは照明つけないといけなくなりますし、ゲストに対してですね、ありがとうございましたって言って送り出したら、ゲストは帰らないといけなくなる。もっと詳しく言うと、司会者というのはスタッフの一員でもあるし、主催者の一員でもあるんですね。イベントの表の人であり、中の人でもある。だからイベントを円滑に進行するのも仕事だし、参加者お客様に楽しんでもらうエンターテイナーでもあるということです。この MC とか司会者とかで検索をすると、サイトによっては MC と司会は違うと書いてあるところもあるようなんですけれども、 MC と司会は一緒ですね。呼び方が MC でも司会者でも、イベントの中身によって多少役割というのは異なりますので、基本的にイベントの支配者というのは同じです。スピーチトレーニング。司会者の仕事をさらに詳しくご説明しますと、3つの役割があるなと私は考えております。その1、進行の管理ですね。タイムキーパーでありアナウンサーでありという役割。これはイベント全体の流れを把握するということを、おおむね台本通り進行するということを、これ大事な役割ですね。で、歯切れのいい読み、歯切れのいい進行を意識できるといいなというところで、進行しながら時間調整するというのも司会者の役割ですね。押し巻きは必ず出るので、押しっていうのは予定よりも長くなることで、巻きっていうのは予定よりも短くなることですけれども、これは必ず出るので、臨機応変に進行しながらタイムキープをしていくというのも司会者の役割ですね。司会者の役割その2、場の空気づくり、エンターテイナーとしての役割ですね。例えば前説というのはイベント本番の前にお客様を盛り上げたりだとか、拍手の誘導ですね。本番中も司会者が先に拍手をしてお客様の拍手を促す、そういう盛り上げる役割もありますね。あとは言葉遣いを工夫したり、話し方を工夫したりすることで全体の印象を作っていくということもできます。あとお客様が求める空気感、主催者が求める雰囲気、これを作っていくのも司会者ですね。カジュアルなイベントにしたいのか、オフィシャルな空気感にしたいのか、ファンクラブの皆さんが楽しむ、そういう風に持っていきたいのか、これ司会者が工夫できるところになります。あとは他の出演者の方、一緒に登壇する皆さんにリラックスしてもらう、そういう工夫をするのも役割ですね。司会者の役割その3、伝達と橋渡し、ファシリテーター、インタビュアーというところですね。一緒に登壇する方がいたら、その方のご紹介をする、質問をする、リアクションをする、こういったことで他の出演者の皆さんが気持ちよく話せるようにするということもそうだし、内容のあるトークを導いていくというのもそうですし、お客様が満足いく中身になるように話を引き出していくというのも司会者の役割ですね。
なので司会者っていうのはタイムキーパーであり、アナウンサーであり、エンターテイナーであり、ファシリテーターであり、インタビュアーであるということで、ちょっとハードルを上げすぎかもしれないですけれども、司会として食べていきたい、司会者でお金をもらっていきたいという方はですね、最低限この5つの役割、この3つの役割で、この5つの肩書き、これができる必要があるなというところで、私のスピーチトレーニングチャンネルでいろいろ解説しておりますので、全部見ていただきたいなというふうに思います。で、別に司会でお金をもらうわけじゃないよという方はですね、ぜひハードルを下げていただきたいなというふうに思いますので、司会をすることになったら、まずチェックしていただきたいことがあります。こちら。誰に対して何を目的としたイベントなのかということですね。詳しくご説明していきます。スピーチトレーニング。単にイベントといってももう種類は様々なんですね。例えば社内イベント、来場者は全員社員です。外部の講師を呼んで講演してもらいます。司会者としては講師の紹介と質疑応答がメインです。こういうイベントがあるとします。これだとしたら、誰に対しては社員、何を目的としたは社員の知識を深める。こういったことが目的になってくると思いますね。なので司会としては硬くなりすぎる必要はないですね。これ式典であれば、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。こんなふうになりますけれども、全員社員、全員身内が相手だということであれば、ここまで硬くする必要ないので、今日は皆さん集まっていただいて本当にありがとうございますっていうわけですね。で、目的。これは社員の皆さんにリラックスしてほしいとか楽しんでほしいとかいうよりも、ちゃんと聞いてもらいたいということになりますよね。でもちゃんと聞いてもらいたいけれども、背筋を伸ばして水も飲まずにってことじゃない。講師の人に失礼がないようにということだったり、せっかく予算かけてるから無駄にならないようにみたいなところが主催者目線になりますね。こういう感じの認識で全体像をつかんでいく。全体像をつかんでから原稿を制作していくんですね。で、司会の原稿というのは一言一句作って OK です。私のね、このスピーチトレーニングチャンネルフリートークの場合は一言一句作らない、プレゼンの場合もそうですけれども、一言一句作らないでできる方は作らないでやった方がいいですよという話よくしておりますけれども、司会の場合は進行する業務があるので言葉が飛ぶと困るんですね。なので一言一句作って大丈夫です。で、作る時に先ほど考えたイベント全体像を反映して作っていくということですね。これ司会の原稿を作るご経験がない方はですね、生成 AI に投げちゃうというのもいいと思います。全体像を全部打ち込んで進行を打ち込んだ上でお願いしますというふうにお願いするということですね。あとは別の方が原稿を作る、スタッフの方を雇っていて、その方が原稿を作るという場合もありますね。この場合はできた原稿を直すというのも司会の業務になります。スピーチトレーニング。はい。で、イベント本番は作った原稿の読み上げをしていくということになるわけですけれども、司会の原稿の読み方というのはまた次回お伝えしていきます。で、次回以降ですね、原稿の直し方というのもお伝えしていきたいと思います。早く知りたいよ、もっと詳しく知りたいよという方はですね、私の運営しておりますオンラインサロンでもっともっと詳しい司会の話し方についてお伝えしたアーカイブありますので、よかったら五戸美希のスピーチトレーニングサロンチェックしてください。五戸美希のスピーチトレーニングとしてメルマガも配信しています。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。